皆さん、こんにちは。バーチャル YouTuber のリアです。前回、前々回の動画は見ていただけましたでしょうか？今回の講座から実際にピアノロールを使用していきますので、ご紹介したフリーの作曲ソフト、もしくはご自身の作曲ソフトで、ピアノロールを表示してお聴きいただけるとわかりやすいと思います。何度も言ってますが、譜面が読めないといった方も、全く問題なく進められますので、ご安心くださいね。まず、第1回目は、音名についてお話しさせていただきますね。音名、そのまま音の名前ということになりますね。前回の動画でも軽く説明しましたが、ドレミファソラシドをそれぞれドから C、D、E、F、G、A、B、C というのは覚えていますでしょうか？これらはそれぞれピアノの発見、つまり白い部分のことですね。を使うことにより弾くことができます。じゃあ、黒鍵、黒い鍵盤の音は何なの？ってお思いでしょうが、その解説の前に、シャープやフラットと呼ばれるものについて解説していきます。ドレミファソラシドは知っていても、これはあまり知らない人の方が多いのではないでしょうか？シャープというのは音を半音高めるということになります。フラットというのは音を半音低めるということになりますね。半音って何のことだよってお思いじゃないでしょうか？鍵盤を一緒に見てみましょうね。鍵盤の音階には全音と半音と呼ばれるものがあります。半音とは基準の音から考えて隣の鍵盤の音のこと。全音はもう一つ隣、つまり一つ鍵盤をまたいだ関係のことです。例えば C と D の間に黒鍵がありますよね。C から C の一つ上の黒鍵が C シャープ。逆に D から D の一つ下の黒鍵が D フラットということになります。同じ鍵盤なんですけどね。基準の鍵盤から半音上がった、下がったを基準にして、フラット、シャープがつくということになりますね。そして C から D、D から E のように、黒鍵や一つ鍵盤をまたいだ関係を全音って言います。次に E と F を見てみましょうね。これ E と F は発鍵同士、黒鍵を挟んでいないですが、一つ隣同士なので半音同士の関係ということになります。E の全音上は F シャープということになりますね。B と C も全く同じことが言えますね。これも半音の関係ですね。半音、全音の関係についてはご理解いただけましたか？じゃあ、黒鍵の音名についてお話ししていきますね。先ほどまでの解説をもとに、一緒に下の方から確認してみましょう。C シャープまたは D フラット、D シャープまたは E フラット、F シャープまたは G フラット、G シャープまたは A フラット、A シャープまたは B フラットとなりますね。鍵盤の音名、基本中の基本ですが、ピアノロールを譜面代わりに使う。そして次から入っていくコードのスケールですね。の習得には必須となりますので、ここでしっかりと確認しておきましょう。以上、音名についての解説でした。次回はメジャースケールについてお話しします。